皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ。研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は世界征服をするために下克上を起こそうとしたキャラを解説しますよ。おいおい、そんな物騒なことを起こそうとしたキャラがいるのか。一体何のために世界征服まで考えたのか気になるぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。ではでは、早速授業スタートです。さて、まず紹介するのは、東方鬼神城の5面ボスであり、異変の真の黒幕である鬼神聖者。5面ボスの聖者が東方鬼神城の黒幕だったのか。それレケさんの名台詞でしょ。聖者は強者が支配する安定した幻想郷をぶち壊し、弱者が物を言う世界に変えるという大きな野望を持っていたのです。しかし聖者には、それを実現させるほどの力がなかったのですよ。そこで小人の一族の神妙丸が持つ秘宝打ち出の小槌に目をつけました。小人の一族は打ち出の小槌の使用による代償で鬼の国に幽閉されてしまったという過去を持ち、小槌を封印していたのですが、そこからだいぶ長い年月が経っていたらしく、現在の小人の末裔である宿儺神妙丸は、打ち出の小槌のことを知らなかったのです。神妙丸は日本昔話でおなじみの一寸法師の子孫なんだぞ。そこで聖者は彼女に打ち出の小槌の能力について代償があることは隠して教え、小人が幻想郷の妖怪たちに屈辱を与えられた、という嘘の歴史を吹き込んだのですよ。さあ、弱者が見捨てられない楽園を築くのだ。いや聖者のボイス低すぎでしょ。しかし聖者は、打ち出の小槌が、魔力の放出と月と吸収を繰り返すだけの無限ではないものだという事実を知らなかったようですね。同じく他者を利用して異変の原因となった、前回紹介した黒幕キャラ覚醒画が存在しますが、結果そうなっただけで彼女は心霊病の異変を起こすつもりはなかったのです。また、強者に取り入って自分を誇示したがる我が師匠の聖画様と、弱者を利用して楽しむ聖者。善悪関係なく自分が楽しければいい聖画と、自分が悪であることにアイデンティティを感じて喜ぶ聖者では似ているようでかなり方向性が異なるのですよ。なるほど、聖者に関しては本当に悪そのものを喜んでやっているということか。キャラ設定テキストでも人が嫌がることを好み、人を喜ばせると自己嫌悪に陥る。命令は絶対に聞かない。自分が得しても見返りは与えないとのことです。妖怪は人間に嫌われるのはよくある話だけど、聖者は嫌われると喜ぶのか。そして本来は力のない妖怪であり、神主に音楽室で小物と言われています。しかも2回。そんな彼女についたあだ名がゲスロリちゃん。こう呼ばれても聖者からしたら喜んでいるんだろうな。先ほど小物と言われていましたが、5面ボスとしての実力は非常に強いです。初見での難易度は歴代5ボスの中で最大とまで言われていますね。さすがにズンさん自身も、難しいと思ったのかおまけテキストにヒントを書くほどなんだぜ。これはまさに天の弱ですね。そんな聖者ですが、実は二次創作では新妻聖者の名で通っています。めちゃくちゃインパクトある名前で通ってるな。ラブコメ系の作品では天の弱な性格、いわゆるツンデレに近いものがあることから、ツンデレ女の子として描かれることがありますね。新妻聖者もそこから来てるってことね。二次創作における聖者は、カップリングとして宿儺神妙丸や宝珠ヌエなど複数の面々との関係性で、様々に想像されることがあってなかなか面白いですよ。やっぱりツンデレっ子は可愛いですしね。2022年の流行語大賞に選ばれるべきです。さて、次に紹介するのは東方鬼神城4面 A ボスつくもべんべんです。伝統楽器琵琶のつくも神で、光の鶴のついた琵琶を携え素手でかき鳴らすことができます。つくも神は妖怪の一種でたたらこ傘とかもつくも神なんだぞ。頭に琵琶の花飾りをつけていて、長髪を後頭部で2つに縛り垂らしていて、裸足であり、スカートが透けて生足が見えていますね。レ夢ム部長はあの足で踏まれてみたいです。レ夢ム部長は真面目な顔で何言ってるの？髪は薄い青紫色で、ショートヘアと長い2つ結びを組み合わせたような独特の髪型をしていて、瞳の色は紫色。右側頭部に、葉付きの白い花の髪飾りをつけているのが特徴ですよ。つくも姉妹のお姉さん役で、彼女には、同じくつくも神のことであるつくも八橋という妹がいます。ただし2人は姉妹だと言っていますが、実は同時期につくも神になっただけで、血のつながりはありません。聖者の時に言ったような異変の影響下にあったので元のものか不明ですが、口調は姉御肌的で少し強気ですね。見た目はめちゃくちゃ優しそうでおとなしそうなのに、もしかしたら、うちでの小槌の影響なだけで、みんな大好き歌のお姉さん並みに優しいのかもな。なんでお母さんと一緒なんだよ。ちなみに、同じく異変に巻き込まれていた八橋と三表ボスの今泉影郎は、異変時の好戦的なセリフと、
異変後の正常なセリフが両方確認できますが、どういうわけか二人とも口調はあまり変わっていませんね。ほうほう、ということは元から怖いお姉さん。ちなみに、なんで名字がつくもなのって思った視聴者さんは多いんじゃないでしょうか。もともとつくも神はつくも神の当て字で白髪を指し、古いものを意味していました。つくもとは100に1足りない、つまり100の字から1を取ってしろ、という連想です。また、つくもという字は長い時間や様々な物品を象徴していて、つくも神には様々なものが長い時間を経た結果、妖怪や神に変化した存在という意味が込められているのですよ。へえ、そんな意味が込められていたなんて知らなかったぜ。やはり音楽キャラだけに二次創作では、同じエクストラステージに出演する恩人堀川来子や、共通点の多いルナサプリズムリバーを主体としたプリズムリバー三姉妹に鳥獣戯楽との音楽的共演、他にもつくも神仲間との絡みが見られますね。能力は自ら音を発して演奏できる程度の能力。この能力は文字通りで自分で音を出せるというもので、妹の八つ橋も同能力です。坊主から判断するに手で弾いて演奏する必要があるようですね。演奏者がいなければ音を出すこともできなかった彼女たちにとっては画期的でしょう。だから道具に戻るのを拒んでいたのか。私ももともとバナナだった頃に戻りたくないぜ。いやもともとあんたバナナだったの？それでは次に紹介するのは、東方鬼神城4面 B ボスで初登場したつくも八つ橋です。彼女は次期キャラクター選択で、容器を使用する A ルートを選ぶと中ボスとして登場し、容器を使用しない B ルートを選ぶとステージボスとして登場しますよ。性格は勝ち気の無鉄砲で明るく無邪気な女の子。語尾を伸ばす傾向があり、敗北時にワオや、ワッホイといった個性的なやられ声を出しています。ポケモンのバトルフロンティアネジキのワオ、浅草通りが霞んできますね。霊夢部長、ネジキは分析通りですよ。またエクストラステージでは、妹の八つ橋と二人同時に中ボスとして再登場するんだぜ。ベンベンと八つ橋は、元はただの楽器だったのですが先ほども言ったように、うちでの小槌の魔力が意図せず幻想郷中に散らされ大変に巻き込まれ、他の多くの道具たちと共に二人もつくも神の妖怪に変化しました。動けるようになり、喋り、自らの力で戦うこともできるようになったのです。その小槌の魔力には、力を受けたものを凶暴化する効果もあったのか。彼女ら姉妹の目的は道具による世界の征服。つくも神は捨てられたりした道具が暴走した妖怪だからそう考えてしまうんだろうな。そう、道具らが自由に動き、その能力を遺憾なく発揮できる下克上の世界を夢見ていたのですよ。その中の一つとして人間への逆襲を目論んでいたのです。こういったことを実現のために、姉のベンベンと共に力の源を感じる鬼神城へと上空を飛んで向かっていたところ、霊夢たちと出会うことになります。得た力への自信と戦いたい気持ちで勝負を挑むのですが、霊夢たちの強さにあっけなく倒され、その夢は阻まれてしまうのです。つくも神はあまり強い方ではない種族のようだからな。主人公たちが異変を解決した後八つ橋は、自分と姉の下克上への意志が、うちでの小槌の影響で芽生えたことを知りました。なるほど、うちでの小槌の影響で道具による世界征服という考え方になってしまったってことか。そう、そして己の力の源は小槌の魔力であり、魔力を使い切った小槌が道具や妖怪に与えた魔力を回収し始めた今、放っておけばつくも神から元のただの道具に戻ってしまうと不安になるのです。どうしよう、と慌てる姉妹の元に現れ、救いの手を差し伸べたのは、同じつくも神にしてエクストラボスで登場した堀川来子だったのです。来子は姉妹に、小槌の魔力を捨て去って、別の魔力と置き換えることで延命する呪法の存在を教えました。おお、来子は妖怪として目覚めたばかりなのに頭良すぎるぜ。ちなみに、つくも姉妹はエクストラ道中で登場した時点で魔力の感想を言っていたのかははっきりとわかりませんね。足止めといいベンベンが妹と共に立ちふさがったのは、主人公が魔力の感想方法を知る来子を退治しようとするのを阻止するためでしょう。結果的に異変後もその呪法のおかげで、現在も来子や姉と共につくも神としてやっていけていますよ。とはいえ皆さんも道具は、粗末に扱わないようにしましょう。霊夢部長との約束だぞ。そういう霊夢さんはお払い棒でテレビのリモコン取ってだけどね。ということで、ラストは東方鬼神城のエクストラボスを務めた堀川来子です。髪は赤いショートヘアで、黒い生地の上に赤いチェックが入った上着の上に白いジャケットを羽織っていて、ピンクのネクタイをつけ、白いラップスカートを履いていますね。図では比較的大きな胸で描かれています。5本。また白くて綺麗な生足が魅力的なんですよ。フォローする側の気持ちも考えて。もともとは和太鼓のつくも神なのですが、ある時、強い魔力を感じると同時に凶暴な感情も芽生え始めました。体に強い魔力を感じ始めるとともに、今こそ、道具たちの復讐の時だと凶暴な心が湧き上がってくるのです。
しかし、聡明である彼女はこれはうちでの小槌の影響であるとすぐに見抜くことができました。ほうほう、呪法といい、うちでの小槌の効果をすぐに見抜くなんてライコはかなり頭の切れるのか。そう、このままでは魔力に自我を乗っ取られてしまう。そう考えたライコは、ギャンブルではありますがよりしろである和太鼓と魔力の源である太鼓奏者を切り捨て、新たなよりしろとして外の世界のドラムと奏者を手に入れたのですよ。これにより子というものを手に入れ、道具に戻る心配はなくなったのですよ。そしてライコは、この方法を他のつくも神であるつくもべんべんつくも八つ橋に教えて回ったってことだな。彼女は道具の楽園を築くために動いたのですよ。結果として再び主人公たちが動き出すことになりましたが、そんなことは、予想済みだったライコは外の世界の魔力を試すために彼女たちに戦いを挑むのです。そのため敗北しても勝敗にはこだわらなかったのか。ちなみにですが、戦闘後の主人公たちの反応を見る限り、ライコは道具にしては強いらしいですね。頭のキレといい、つくも神とはいえ力の強い妖怪となったのか。霊夢からはおとなしくしていれば見逃すと告げられていて、聖者を除く他の鬼神上ボス同様、基本的には人間にとって比較的無害な部類に入る存在のようですね。おまけテキストでは、ライコは和太鼓として人に叩かれることに喜びを感じ、生きていたと書かれています。エチじゃーん。すぐこういう思考に行くよねこの人。少し誤解を招きそうな表記ではありますが、いざ良い昨夜に敗れた際、ライコと昨夜のただ叩かれ踏まれるだけの生活に戻りたくないわ。叩かれたくないってあなた太鼓でしょというやりとりから、叩かれるイコール奏でられるというニュアンスだと読み取れますね。そしてやはり音楽関係で、幻想郷ではかなり有名な楽団のプリズムリバー三姉妹にはずっと目をつけていたらしく、一緒に活動しようと交渉し続けていました。その甲斐あって見事にメンバーとして、認められホリズムリバー楽団を結成することができたのですよ。ちなみに、このホリズムリバーという名前は、ホリプラスリバーで堀川になるという単純なダジャレではなく、ホーリズムともかかっているようですよ。ゴーグル先生によるとホーリズムとは部分をバラバラに理解していても系全体の振る舞いを理解できるものではないという事実、とのことだぜ。ゴーグル先生って誰だよ。また、ホリを文字通りリズムに乗せたらホリズムになったという見方もありますね。新入りですが、生粋のリーダーシップから4人で活動するときはライコがリーダーを務めているようです。自分たちの名を広めるために、解散会見で報道機関に注目させてから結成ライブを行うなど聡明な部分も見られました。実はあんまり興味なさそうな藤原の向こうは楽団のファンなのです。プリズムリバー with H はアップテンポながらにヒルな死生観のある曲が売りとのことで、この評価は向こう自身の好みとも重なってもいるようですね。へえ、まさかの向こうがプリズムリバーのファンだったのか。それでは今回の授業を終わります。視聴者さんの好きなバンドがあれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。